格闘技の本当に強い人たち同士がやる K1 だったりとか、昔だとプライドだったりとか見られてるかっていうと、もうそんなに見られてなくて、ブレイキングダウンみたいなその1分間でしょうもない人たちが喧嘩をするっていう方が人は見たいんですよ。タイトル回収で人の話を聞き流すのが大事っていうのにしたんですけど、例えばじゃあ将棋とかでその羽生さんとか藤井さんとかがその最高レベルの人たちが戦ってるから将棋って面白いよねみたいな話をする人が多分日本の人たち多いと思うんですけど、本当に最高レベルの将棋を見たかったら今の日本では AI 同士の将棋の方がレベルが高いんですよ。要はその人間が戦うより今 AI が戦った方が強いので、最高レベルの将棋の試合見たかったら AI 同士に戦わせた方が人間同士の羽生さん藤井さんよりいい試合が見れるんですよ。でも人間の試合が見たいんですよ。なのでこれは最高のレベルのものを見たいのではなく、人間が争うのが見たいんで、結局だから将棋好きですとか将棋の上手い人の試合が見たいとかって言ってるやつもなんだかんだ言って実は人間が見たいんですよ。藤井さんが好きとか羽生さんが好きなんですよ。なのでそこら辺が結構マーケットの難しいところで、ブレイキングダウンっていうののブレイキングダウン7が先週あったんですけど、でそのブレイキングダウンってどういうのかっていうと、喧嘩自慢のおかしな人たちが1分間殴り合いをしてどっちが強いか決めようぜっていうのなんですけど、でもともとはもうヤンキー上がりとか刑務所上がりとかもうろくでもない人ばっかり集まって1分間殴り合いをするっていうので、ぶっちゃけみんなそんなに強くないんですよ。要は本当に格闘技をちゃんと練習してきた人の方がやっぱり強いんですよ。でも1分間だったらその格闘技の試合の試合運びとは違う形でワンチャン勝てる可能性があるんですよ。要はボクシングとかって15ラウンドとかやるんですけど、で3分15ラウンド45分間なんですよ。なので序盤は飛ばさないんですよ。様子見なんですよ。でもそのブレイキングダウンの場合は1分なんで最初からガードもせずにいきなり突っ込んでいくんですよ。で勢いだけで押し切って判定で勝つみたいなのがあったりするんですけど、なのでじゃあそれがじゃあ格闘技の本当に強い人たち同士がやる K1 だったりとか、昔だとプライドだったりとかで、じゃあ総合格闘技みたいなやつが見られてるかっていうと、もうそんなに見られてなくて、今格闘技イベントの中で多分一番注目を浴びてるのがブレイキングダウンなんじゃないかなと思うんですけど、で最終の決勝戦でK1 で王者だったアンポルキアさんとシリル・アビディがブレイキングダウンの1分間っていうルールを3ラウンドやるっていうのでやったんですけど、で要はブレイキングダウンみたいな1分間でしょうもない人たちが喧嘩をするっていう方が人は見たいんですよ。でブレイキングダウンで格闘技ファンがちょっと増えてきちゃって、ああいうなんかヤンキー上がりみたいなやつじゃなくて、俺たちは格闘家の技術を見たいんだみたいなことを言ってる人って結構いるんですけど、格闘家の技術を見たいんだでやってる格闘技の番組っていうのは、だんだんテレビでも放映されなくなって人気もなくなっちゃってるんですよね。ボクシング12ラウンドでした。すいません。はい。で結局技術を見たい人たちっていうのに合わせてしまうと面白くなくなっちゃうんですよ。昔全日本プロレスとか新日本プロレスっていうプロレス番組が地上波で日曜日とかにいい時間にやってた時代があるんですけど、で力道山とかなんか日本中の人が見てましたみたいな時代があるんですけど、プロレスがなぜ廃れたのかっていう。でプロレスって全盛期とかだとタイガーマスクっていう覆面をしてる人とかライガーっていう覆面をしてる人とかがいたんですよ。で本当に本気で戦うんだったら覆面してるやつの方が弱いんですよ。で視界が狭められるしさ、息も吸いづらいしさ、そのマスクとかいらなくねっていう話になるんですよ。で本気でガチで戦ったらプロレスみたいに30分もかかんないんですよ。ボクシングとかは3分の後に1分休憩とかでなんとか12ラウンドとかできるんですけど、本気で人間が全力でやったら30分も戦えるわけないんですよ。でもプロレスがなんで人気だったかっていうと、強いからじゃないんですよ。エンターテインメントとして強そうな人が戦うのが面白いからなんですよ。なのでジャイアント馬場さんっていうめちゃめちゃでかいおじさんが
2メートルとかあるおじさんですけど、多分現役60以上でも現役やってたと思うんですけど、その60過ぎてる2メートルあるおじいちゃんがドロップキックをするときは、相手はそのドロップキックを必ず受けなければならないっていう暗黙のルールがあったんですよ。だからドロップキックって簡単に受けられるのよ。今、人間が宙に浮くから、ちょっとでもこうずれれば、すぐに当たらないから、ぶっちゃけ本気でドロップキックやる人ってあんまりいないのよ。たまにいるけどね。なんですけど、多分ね、馬場さんのドロップキック、32問のドロップキックを避けた人いないと思うんだよね。要はその、馬場さんがドロップキックをしたときは、それは受けなければならないとか、ブレーンバスターをやられるときは、それを避けないで、ブレーンバスターをちゃんと受けなければならないとか、要はその、ジャーマンスープレックスとかブレーンバスターみたいな大技って、ガチで本気で戦ったら、あんな技かかるわけないのよ。でも、それを相手がブレーンバスターをやるんだったらかからなきゃいけないよね。パワーボムやるんだったらパワーボムかからなきゃいけないよね。で、アントニオ猪木が卍固めをするんだったら、ちゃんと卍固めのためにかからなきゃいけないよねっていう暗黙の了解があるんですよ。なのでそれは強いやつを決めるための試合じゃなくて、こういう技が勝ったらそれをみんな見たいよねっていうエンターテインメントと強さの融合だったんですよ。なのでプロレスは面白かったんですよ。で、それはプロレスは一般の人はだから見てたんですよ。本当に強い技術のやつらだけだったら別に見たくないよと。エンターテインメントだから見たいよと。で、ただ、プロレスがまかり間違っちゃったのが、総合格闘技と試合をし始めちゃったんですよ。いや、その、本気で俺たちは強さを目指すっていう人、そのパンクラスみたいな人たちが来て、で、本当に強い奴らが試合をするから、短時間で終わっちゃうんですけど、そことプロレスラーがガチで戦うっていうのをやり始めちゃったんですよ。で、そうすると、プロレスラー別に強くないよね。で、じゃあ総合格闘技の人が勝ちましたと。総合格闘技強いよねなんですけど、その強い総合格闘技を一般の人たちが見たいかっていうと、別にそんなに見たくなかったんですよ。要は強い人たちが見たいわけじゃなかったんですよ。前田明さんとかね。要は強そうな人たちがすごい技をやるからかっこいいよねを見たかったんですよ。だから今回ブレイキングダウンで僕がこの試合良かったなって思うのが、その安井ヒューマさんとポーランドの資格さんっていう人がやった試合があるんですけど、で、あれが総合格闘技ルールなんですけど、その中で安井ヒューマさんが柔道の投げ技やったんですよ。小内刈りかな。で、その180以上あるポーランドさんが宙を舞ったんですよ。で、あれって、ブレイキングダウンのマットの上で投げ技をやっても、ダメージはそんなにないんですよ。マットってそんなに痛くないからね。でも、あの人が宙に舞ったっていうので、すげえいいもの見たっていうので、会場大拍手なんですよ。でも、判定になった時は、やっぱり結構微妙なんですよ。要は投げ一発やったとしても、じゃあ、試合内容としてはどうなのってなるんだけど、一般大衆としては、やっぱり投げをちゃんとやれたヒューマさんってすごいよねっていうので、一般大衆的にはやっぱりヒューマさんの勝ちにしたいみたいなのがあって、そのオーディエンス、視聴者が投票できるんですけど、の方でヒューマさん勝ちっていうのがあるみたいなのがあって、なので格闘技好きの人とか、強いのがいいよねっていう人の話を聞いてしまうと、一般大衆はどんどん削ぎ落とされてしまうんですよ。なので、将棋っていうのも、藤井さんっていう、若くて、なんか、ぼーっとした感じの人がめちゃめちゃ強いよねっていう、人間に興味があるから、今、将棋ブームっていうのがあるんですけど、本当に強さを求めたら、別にコンピューター同士でやっちゃうよねっていうので、単にコンピューターの言われた手を打つだけのおっさんっていうのが、コンピューター同士で戦って、どっちが強いのってなっちゃうので、なんで格闘技の強い人がいいよねとか、勝負の本当にレベルの高い人が見たいっていう人たちもいるんですけど、それに合わせちゃダメなんですよ。なぜならエンターテインメント産業だから。要はオリンピックだったらいいんですよ。オリンピックだったら別にもう笑いとか面白さとかいらなくて、本当に強いやつが金メダルを取ればいいよねっていうスポーツなので、僕はそれやればいいと思うんですけど、格闘技とか、将棋とかはあくまでエンターテインメントなので、じゃあ、やってる人間に興味を持ってその人たちにいかに好きになってもらうかっていう一般の人に興味を持ってもらうかっていうのが必要なので、長い話すいません。はい。なのでマニアな人たちの話っていうのを聞くのではなく、あくまで一般の人たちが面白いというのをちゃんと追求するべきだよねっていうので、タイトル回収として人の話を聞き流すの大事っていうのは、マニアの詳しい人の方がいろんな情報を持ってるので、そういう人の話に流されがちなんですよ。
でも一般の人の感覚っていうのをちゃんと合わせて、そのマニアの詳しい人たちが、いや、お前らの言うことはわかるけど、そうじゃねえんだって言って、一般の人たちのその面白いよねとかかっこいいよねっていう感覚にちゃんと合わせるっていうのをやらないと、エンターテインメントとしてはプロレスのようにされてしまう可能性があるので気をつけましょうっていう話でした。はい。